今回は持っているポテンシャルを最大限に引き出すためのメタ認知を操作する身体操作について解説をしたいと思います。私が今この話しているタイミングでは大谷選手が驚異的な成績を出して、そしてかつこのシーズン終盤においてとんでもない圧倒的なハイペースで安打やホームランを量産しています。通常はシーズンの後半というのは疲労やあとは精神的な疲れもあって普通は成績が落ちてくるわけですけれども、今回のパターンでも大谷選手のライバル選手とされるような選手たちは軒並み成績をどんどんと落としています。その中大谷選手は猛烈な勢いで追い上げているわけですけれども、この直近の短い期間の間での数字というものは本当に圧倒的なもので、野球をしている人であればそれがいかに異常なことかというのが分かると思います。私も野球をやってきましたので、大谷選手の驚異的なパフォーマンスの凄さというものはもう重々分かっていますので、私があえてそのような説明をするまでもなく多くの人がすでに解説をされていると思います。なので大谷選手の成績の凄さという部分に関してはそういった解説に譲るとして、今回私が話しますのはその皆さんも持っているこの身体的なポテンシャル、そして脳もこの身体のうちの一つですので、この脳が持っているポテンシャルというものを最大に引き出すための身体操作、今まで私たちは体の操作をするということと脳で何かを考えて認知的な作業をするといったこれらを切り分けて社会的に分業をしてきたという、そうした社会的構造の影響もあってか、肉体労働と知的労働というものは基本的に別だと。なので運動ができる人というのと勉強ができる人というものは生来的に切り分けられると。なので勉強ができるけれども運動ができないとか、運動ができるけど勉強ができない、こういったものというのはお互いに総合的な作用というものがそれほど重視してこなかったことによって、私たちはもうそういうもんだと思い込んでいる節があると思います。しかし実は私たちのこの身体も脳も一つの器官として、私たちの体を構成する部品としてはこの肉体の中に宿るものとしてつながっているわけです。かつこれはお互いに総合的に作用しますので、両方の能力を高める、そしてこれら一つをうまくつなげて潜在的なパフォーマンスを上げるということをやった場合に、きっと彼のような潜在的な人間が持っているポテンシャルを最大限に引き出すということが可能になるのではないかと思います。でこれは誰しもが大谷翔平選手のような偉大な選手になれるという意味ではなく、少なくとも今あなたが持っているその肉体、それからは逃れられないわけですから、その持っている肉体、そして脳のポテンシャルというものを最大限発揮すれば、今の持っているそのアウトプットとして出せるパフォーマンスはさらに上がる可能性は十分にあると思います。今の時点でもう自分のポテンシャルギリギリまで絞り切っているという人は別かもしれませんけれども、ほとんどの人がそうではないと思いますので、その方法について今回は解説していきたいと思います。でまずここ最近2回ほどのエピソードでメタ認知をどのようにしてこの身体的な操作によって引き出すかということを解説してきました。まず、メタ認知というのは何なのかというのをまず初めにおさらいしておきますと、私たちは何かを考えています。そしてこの考えている自分というものをさらに考えることができるわけです。これがメタ認知というやつですね。私は今数学の問題を解いているというこの文章を一つ取っても、これはメタ認知を聞かせた文章なわけですね。本来であればその数学の問題のことについて考えているはずです。問題の中身ですね。算数だとしたら 1+1 は2、これはあまりにも簡単すぎますのでいちいち考える必要もないかもしれませんが、もし小学生で初めてこうした四則演算の初級をですね取り組むような学生であれば、その算数を解いている時に考えていることというのはその算数の中身の問題を考えているわけですね。しかしそこに文章として私は算数をしていますと文章にした瞬間にメタ認知が効いてます。これは算数をしている自分を客観的に捉えているわけですね。これは考えている自分を捉えているという意味においては、これがメタ認知ということになります。私たちが自分自身と他者を区別したり、そしてこの世界というものの中に自分がいるといったことを認識する際にはメタ認知が必要になってきますので、どんな人であれメタ認知は持っています。メタ認知があることによって私たちは社会生活を営めたり自制したり協力し合ったりということが可能になるわけですね。そして時間軸を超えて未来の自分、そして過去の自分というものを同一視することができるのもメタ認知のおかげになります。多くの動物はメタ認知がありませんので、そうなるとそのメタ認知がない状態で自分自身をどう捉えるかというと、自分という自我という概念が人間ほど強くありません。ですので鏡に映った自分自身の姿を見ても犬だったら吠えてしまう、これが自分だと認識できないのでついつい吠えてしまう
でチンパンジーとかでもメタ認知が効く個体がいたりしますので、そうなると鏡を見て自分と認識して歯に詰まった何かを指で取ろうとしてみたり、鏡を見て自分の毛づくろいをしてみたりという形で自分と分かっているという個体が出てきたりします。それでも全てのチンパンジーがそうではなくて、多くの動物、多くの生物というものはメタ認知といったような機能が強くありません。で、人間はこれらのそのメタ認知というものを強力に発達させてきたおかげによって社会生活が営めるようになり、そして集団生活を送れるようになりました。自分と他者というものが違うと認識できる。しかし人間という種としては共通していると。これは抽象的な概念を用いるときに必要になってきます。ですので、自分が考えていること、自分が悲しいなと思っていることが他人も悲しいと思うであろうというふうに自己投影をする際にも、それでもそこで一つ疑いが入って、いや相手はもしかしたら悲しいと思っていないかもしれない、私は悲しいと思っているけれども他者の視点から見ればそれは悲しいというシチュエーションではないのかもしれないという、この自分が見ている世界と他人が見ている世界、これが違うということもメタ認知が効くと考えられるようになります。となると、私たちがこの世界を見る上で一番重要なのは何かというと、実はメタ認知なわけです。メタ認知が効いていれば、この世界をどう捉えるかというときに、自分を含めたこの世界というものを広く捉えることができるわけですね。そうなると、この自分というものをうまく捉えることができ、そしてこの自分を取り巻く世界というものをできる限り広く捉えることができる。この視界に映っている物質的なものだけではなくて、今見えていないけれども地球の裏側とか、あとは過去の自分とか未来の自分とか、それこそ他者の未来とか他者の過去とかで、そうした様々なその世界観というものを私たちは当たり前のように認識できる。これがメタ認知を効かせる際に、メタ認知が強ければそれらをリアリティを持って認識できることができるわけですね。で、しかしこのメタ認知というのは脳のリソースを多く使いますので、脳が疲れている、肉体的にもエネルギーが枯渇していてエネルギーを十分使えないという状態ですと、メタ認知は効きにくくなります。とかく大幅にエネルギーを使うシチュエーション、これは感情的になった時ですね。生命の危機だとか怒り、悲しみ、苦しみ、こういったものを強く感じた時というのは脳のリソースを一気に食います。そうなった瞬間にこのメタ認知が効かなくなるんですね。自分の視界がぐっと狭まって目の前にあるものだけに反応するようになる。これは私たちが野生で暮らしていた時に危機的状況になった時にすぐに動けるように考えていたらやられてしまいますので、考えるまでもなく反射的に動けるようにするための生存戦略上そのように進化したわけですけれども、その進化の名残として私たちはつい感情的になってしまった場合にはメタ認知が効きにくくなる。メタ認知をするという方のスイッチがオフになってしまう。反射的に何かをするということしかできなくなってしまうということになります。ですので日々強いストレスを浴びている人、ストレスが強い環境にいる人というのはメタ認知が効きにくくなってしまうことによって、うつ病になったり精神疾患になる人というのはその強いストレスをずっと浴び続けているとメタ認知の方にリソースを割けなくなる。するとメタ認知が弱まってくる。メタ認知も筋トレと同じで鍛えなければ使わなければどんどん弱まっていきますので、そうなると反射的な行動や反射的な行為しかできなくなってくるとなると、考えることのその思慮深さ、考える深さですねというものが十分取れないとなると、すごく表面的な浅い思考しかできなくなってくる。これは現代のホワイトカラーの仕事の職場環境はまさにその状態が問題となるわけですけれども、私たちは常日頃から期限を迫られて、そしてこれだけの問題をその期限内により早くより多くのアウトプットを出した人が偉いというふうに評価されるような職場環境だ。ほとんどがそうかと思いますが、その状態だとより深いアウトプット、深く考えたアウトプットを出した方が評価される。しかしそれを迫られる期限だとかアウトプットのボリュームだとかというものに対するプレッシャーが強すぎると十分に考えられない。要はメタ認知が効かなくなってきますので感情的になってしまいます。そのストレスが強すぎてそのストレスを嫌がる、そのストレスを怖がってしまうことによって十分なメタ認知が効かない。すると思考が深まらない。するとアウトプットしたものが浅いものしか出せない。そしてボリュームも大したボリュームが出ないとなると評価されないわけですよね。するとよりそのストレスやプレッシャーを自分は感じるようになります。なんとかしてもっとちゃんとやらないと、もっと成果を出さないと、もっと評価をもらわないとというふうに焦るわけですね。そうなるとさらにそれが自分へのストレスとなって、よりまた認知能力に負荷をかけてメタ認知ができにくくなってくるという悪循環に入ってくるわけです。そうなるとそのストレスは実は自覚できない。自分がメタ認知を持てなくなっているということに本人も気づかないので、これがメタ認知のちょっと厄介なところで、メタ認知を効かせている人と効かせていない人の違いは何かというと、メタ認知を効かせている状態というのは自分の身体だとか自分の感情だとか自分の思考だとかというものを客観的に見る自分がいますので、なので観察力という意味で自分が今何を考えていて何をしようとしていて、未来過去こういった時間的なつながりも含めてこの世界を取り巻く中の自分という状態を客観的に、そして正確に観察しようとしているわけですね。しかしメタ認知が効かない人、メタ認知が効いていない人というのは
その視点がなくて、自分の内側に視点がありますので、そうなると自分が今どのような状態なのかとか、何をしているのか、自分の思考だとか感情がどうなっているのかすらもわからない、そこを見ていないということになりますので、そうなるとメタ認知が効いていないということも気づかないわけです。これがある種のそのメタ認知の難しいところで、メタ認知を聞いている人からすれば、私の今のこの会話とかこの話というのはすごく当たり前のことのように感じるかもしれませんが、逆にメタ認知が聞いていない人は全く私の話がわからないと、私の言っていること要点だとか伝えようとしていることが全く感覚的にもわからないということになります。で、幸い私たち人類は少なくともメタ認知が効いた瞬間というものは必ずあると思いますので、なので1ミリもわからないということはないとは思いますけれども、日常的にメタ認知を意識している、メタ認知が効いている状態の人とそうでない人、メタ認知がめったに出てこない、めったにメタ認知が効くことがない生活をしている人とでは、私のこの話、私の説明の受け取り方というのは解釈はかなり変わると思います。という意味で前回までのエピソードでは、私はあえてスピリチュアル的な視点、スピリチュアル的な身体操作というものの感覚を伝えるようにしました。というのも、論理的なこういった構造だとか論理的なつながりというものを言葉でこのようにして形を説明したとしても、感覚としてそれらを得られていない人は理解できない。その私が言いたいことを伝えたいこと自体も解釈の中でどんどんずれていきますので、なのでまずは感覚の方でどのような考え方なのかというのを捉えてもらう、そういったアプローチとしてスピリチュアル的な表現、スピリチュアル的な視点からの説明というものを試みてみました。で、幸いそれが多くの人が共感されて理解できた、興味を持てたのかもしれませんので、なので引き続き今回はそのまとめとしてですね、どういうことをすればその身体操作というものをメタ認知を効かせる状態を持っていけるか、そしてその効かせた状態は一体何をどのようにすればそのメタ認知が効いている状態をより有効に使えるのか、それは皆さんが持っている身体的なポテンシャルもそうですし、認知的なポテンシャルもそうですけれども、どう活用すればそれらを皆さんが望むような人生に好転することができるのかどうか、効果的に使えるのかどうかというものを今からちょっと説明していきたいと思います。で、内容の大半は前回前々回のエピソードの中でも触れているところがありますので、なので重複するところもあると思います。で、今回追加で新しくといいますか、説明今までできなかったところに関しても後半で説明しますので、すでに前回前々回のエピソードを聞いているという人であれば後半の方から聞いていただければと思います。で、まずはメタ認知を効かせるための身体的な感覚の得方ですけれども、私たちは世界を見ているときにありのままで見ているというふうに思いがちですけれども、現実的にはそうではありません。実は私たちの脳というものは、この目から入ってくる感覚、目から入ってくる光や、あと手指や体から入ってくる全ての信号を一応脳として受け取っているわけですけれども、意識には上げてきません。これはなぜそうかというと、私たちがこの感覚器官から受け取る入力する情報というものはあまりにも膨大に多いので、全てを処理しているとリアルタイムにそれらを処理するには間に合わないんですね。でエネルギーを膨大に食うことになりますので、相当な量を食べ続けないといけないわけです。で、これを、研究で試算をされた方がいますが、私たちのこの手指や目や耳や鼻や口、全ての感覚が入ってくるその情報、入力される情報を全て平等に情報として捨てずに全てリアルタイムに処理したとしたら、原子力発電所1基分の電力というものが必要になるくらい、実は私たちの入力する情報というものは膨大だということです。で、幸い私たちはそんなに大きなエネルギーを必要としません。成人男性でも1日の必要なカロリーの摂取量というのは3000キロカロリー程度で済みます。なので原子力発電所の発電エネルギーに比べるとはるかに小さなエネルギーで活動できるわけですね。で、その大半は身体活動として胃や腸やあとは血流だとか、あと体の代謝に使われていきますので、全てがこの認知機能に使われるわけではありませんが、そのエネルギーのうちの6割から7割は脳が使っていくわけですね。となると私たちのこの脳というものは膨大なエネルギーを消費しているわけです。しかし膨大なと言ったとしても、さっき言った原子力発電所ほどのエネルギーは使わなくてもいいとなると、どういうことをして私たちの脳は処理しているかというと、大半の情報は捨てているわけです。で、これは厳密には捨てているというよりは、予測に必要なものを取捨選択して予測に使えそうなものだけを持ってきて、予測に使えなさそうなものは捨てていくということをやります。で、ここの予測のためにというのがミソで、なぜ私たちの脳が発達したかと言いますと、予測するためですね。で、私たちの脳というものはこの体を動かす際に常に予測をしています。ですので私たちは実はこの世界を面白いことにありのままのリアルタイムで実は認識しているわけではないんです。これちょっと複雑なので説明をもし分からなければ私の説明を2回か3回聞い
てもらえるともしかすると分かるかもしれませんが、実は目から入ってきて、そしてこの世界を認識するのに私たちの脳というものはだいたい50ミリ秒ほど遅れています。そしてそれを意識できるのは500ミリ秒ぐらいなわけです。ということは無意識、これは無意識という言葉は正確ではありませんけれども、反射的に反応できる速度というものが50ミリ秒後、そして意識で見たとか分かったというふうに意識が捉えられる、見たというふうに自覚できるのにだいたい500ミリ秒、これは1000ミリ秒が1秒ですので500ミリ秒というのは 0.5 秒ですね。で50ミリ秒ということは 0.05 秒なわけです。ということは現実よりも私たちが認識できるのは遅れるわけです。それは当然ですよね。入力された光を脳の中でガッと脳のニューロンを伝ってそれに対して反応していく、反射として反応していくわけですから、それらの遅れっていうものは当然発生しますが、それを統合して今それらが起こったというふうに認識できる意識というものはさらにそれを統合しないといけないので、さらに時間がかかるわけですけれども、という意味では私たちはリアルタイムではこの世界を生きていないわけです。しかし私たちはこのリアルタイムの世界に対応できますよね。その瞬間その瞬間反応できるわけです。これなぜかというと予測しているんです。脳は実はその50ミリ秒の遅れを取り戻すためにあらかじめ50ミリ秒前の世界というのを自分のイメージの中で自動的に作っているわけです。すると現実とそのイメージとどっちが私たちにとって重要かというと、このイメージの方が先行するので、私たちは常に日頃はイメージの世界を生きていかないといけないということになります。これが私が前回前々回で使った私たちが見ているのは映画であると。これは脳の中で投影されたスクリーンを私たちはずっと見ていて、その映画のスクリーンを現実だと思っているという、こういう比喩例えを用いました。私たちは実は現実から遅れた認識しかできない。しかしリアルタイムの世界を生きているかのように錯覚できるのは、脳があらかじめ予測をして先に世界を作っちゃうんですね。でこれがにわかに信じられないと、なんかうさんくさいなと思うのであれば、一つの例を言いますと、この私たちの目、これは目の真ん中にしか色を感じる細胞がありません。この真ん中以外の周辺の細胞というものは光を感じるだけで色を認識する細胞がないんですね。しかし私たちはこの世界を見るときに真ん中だけに色がついていて周辺は色がついていないとは思わないわけですよね。これは脳が勝手にこの周辺の色も予測して合成しているわけです。この視界の中にさまざまなものが映る際に色を認識当然真ん中の部分でしてますから、この部屋の中をずらっと眺めた際に脳が色というものを一旦記憶して認識して、そして勝手に色をつけて、かつ正確な色が分からなくても脳は自分を騙して色がついているというふうにして勝手に自分自身にフィードバックを送ってしまうわけですね。そうすると実際には私たちの細胞は色がない、色を感じることができないにもかかわらず色があるような世界が見える。これは真ん中だけではなくて周辺ですね。でこれをすることによって私たちの脳はズルができるわけです。いちいち全ての入力された情報を全部処理するわけではなくて、あらかじめ作ってしまった世界観、私たちの脳にとってのバーチャルの世界ですねを作ってしまった中を処理した方が楽なわけです。なのでこれは脳が省エネルギーをなるべく使わなくても思考できるように生きていけるように進化した、その結果としてこのように錯覚を起こすわけです。で私たちの実はこの判断や考え思考というのはほとんどが実はその錯覚からの産物なわけです。でこの錯覚が実は私たちが生きていく上で十分に機能する、十分に役に立つので、私たちはこの錯覚をどんどんと利用して、錯覚の産物というものを活用しているわけですね。なので私たちはこの現実のありのままをリアリティのあるものをそのまま処理しているというよりも、一旦受け取ったものをこの背中にある映写機から私たちが見ているこの前のスクリーンに対して投影しているというふうに考えてもらえると、私たちはあらかじめ用意したシナリオやあらかじめ用意したそのイメージ、予測を元に実は生きていて、そしてそれと現実が一致しなかった時に修正をしているということを繰り返しているわけです。なので私たちはこのスクリーンに投影された現実が現実だと思っていますが、そうではなくて、このスクリーンに投影された現実はリアルタイムではあるものの、実際に私たちが見ているのは遅れて見ている。しかし現実の世界と私たちのイメージの時間差を埋めないといけないので、実はここに投影されているものはあらかじめ予測されて、あらかじめ作られたものが投影されているわけです。そして現実とギャップがある、現実とそのイメージが一致しなかったところだけを修正するというふうにして微調整をしていくわけですね。ですので私たちは物が動くと注意が向きますよね。それは物が動くと私たちの予測から外れるわけです。なのでその動いているものに注意が向くのは、それを見ないとその私たちの予測のエラーの修正をしないといけないということで注意が向くようになっています。私たちは予測ができなかったもの、予測しないといけないのにできなかったものに注意が向くようになっていますので、なので私たちはその自分たちの予測がいかに強力か、予測しているものの通りに現実が
動いていけば注意を払わないと、で注意を払わずに自動的にやれるということになります。これが私たちが映画館で、席に座って見ている観客で、その映画館の中で投影されている映画というものはもうあらかじめ作られたシナリオであり、予測として作られたシナリオであり、そのシナリオを変更しようとすることは観客であるあなたはできないと。どうするかというと、その投影機、背中にある投影機から投影されているその投影するシナリオを作っている人たちに対して働きかけをする必要がある。どういうシナリオを書こうとしているのか、そのシナリオがどういう映画なのかということ、ここに対して働きかけをすることで、私たちが見ているこの予測というものを変化していくと。そして予測というものを変更していくのに一番大きなポイントは、先ほど言いましたが、予測のエラーを起こすことですね。もともと予測していたものと違う現象が起こったら、そこに注意が向いて予測を修正することになります。なので私たちは慣れ親しんだことを何度もやっていると、もう常に予測通りのことが起こりますので、注意が向かなくなる。なので私たちのシナリオは変更されないわけです。しかし自分が予測したものと違うことが起こったら、そこの修正をしに行かないといけないので、なので私たちがこの自分のシナリオを変えたいと思ったら自分自身で動くのもそうですし、自分たちの予測が外れるところに行く、外れるような行動を取る、外れるような仕事やプライベートを過ごしてみる。なので慣れ親しんだことをやるのではなくて、新しい行動、今までないことの行動をしましょうと。これがその映画の中のシナリオを変えるのではなくて、あなたは映画の観客なので立ち上がって別の映画を見てくださいといった比喩を使った理由なわけですね。予測ができるものではなくて、予想外のこと、予測ができないことをより多く求めていくことによって、シナリオがどんどん書き換わっていく、世界の見え方が変わっていくということが起こるという、そういった比喩で使ったわけですね。ではここまでの説明をまずまとめますと、私たちは世界をありのままに見ているわけではありません。私たちは映画のスクリーンに座った観客です。そしてそのスクリーンに投影されているものが現実だと思っていますが、そうではなく、そのスクリーンに投影された映画は背中の映写機から投影されたものですね。でこの背中がっていうのは、これは比喩です。私たちはメタ認知を使う際に、自分を含めた世界というものを認識しようと思った場合に、メタ認知を発動させるコツは、映写機が体よりも外にあるというイメージを持つと、メタ認知を発動させやすくなります。私たちはついつい考えるときに、この額のところで考えようとしてしまう嫌いがあります。この額のところに力を込めてと考えてしまうわけですけれども、それはメタ認知が発動しにくくなります。自分のこの頭蓋骨の中に自分がいる、視点があるという身体感覚になりますので、そうではなくて自分の外側に身体感覚、視点がある方が望ましい。右と左の肩甲骨の間の骨、背骨付近に視点がある。そしてそれは背中から少し後ろに離れている。でこれを身体感覚としてどういうイメージがいいかというので、その三つ編みの先に投影機がある、映写機がある。そしてそれから自分の頭を通過して目の前にスクリーンに投影されているといったようなイメージを持つと、メタ認知が効きます。すると自分の体の感覚というものも少しずつ変容していきます。これは自分の手を皆さん今こう見ていただいた時に、慣れ親しんだ見慣れた手かもしれませんが、そのメタ認知を効いている状態で手を眺めてみてください。いつもと違って見える。そして指を動かしたり、そして表を見たり裏を見たりとしているうちに、まるで自分の手ではないような感覚がだんだんと出てきたりします。これは乖離という現象で、自分が当たり前のようにできている感覚というものに対して注意を向け続けると、だんだんとその感覚自体を疑えるようになるわけですね。これは先ほど言いましたが、私たちの感覚というものはいくら早くても50ミリ秒遅れるということは、実際にはこの指を動かしてから50ミリ秒後に私たちは知覚しているわけです。しかし脳はそれを騙す形で予測をして、50ミリ秒後にはこうなっているはずという感覚というものを内部で作るわけです。するとどうなるかというと、私たちのこの手を動かしている感覚と脳の中で作った感覚というのは実はずれていて、でその修正を常に実際にはしているわけなんですけれども、ここに普段は注意を向けないので、それが錯覚であって、かつそれらを常に修正しているということも私たちは無意識のうちにやってしまっている、注意を向けていないということです。しかしこれに注意を強く向けてみると、実はずれているということになんとなく気づくわけです。するとまるで自分の手が自分の手でないような感覚というのはだんだん生まれてくるわけですね。たった50ミリ秒をずれるだけ、これによって私たちの感覚というものが揺らいでいくわけです。私たちの体はもしかして私たち自身がこの瞬間リアルタイムに感じていると思っているけれども、実際には遅れた世界、遅れた感覚というものを感じ取っていて、脳が勝手に先走りして50ミリ秒後の世界というものを先取りして予測して感覚として生み出しているとなると、私たちがこの感じ取っている感覚というものは実はこれ自体も脳が先に作っている可能性があるわけですね。なのでまだぶつけていないボールが足にぶつかりそう
っていう時にまだぶつかってもいないのに痛いという感覚があったりとか、これは映画の映像とか、これは今の比喩としての映画ではなくて、実際に本当に映画館で映画を見ている時に登場人物が切られたりとか殴られたりしたシーンを見た時に痛いと思ったり、あるいは突然ゾンビがドンと出てきた時などには本当に自分がゾンビに襲われたかのようにしてドキッとしたり痛っとなったりすることありますよね。それは脳がそのような痛みという感覚を生み出しているわけです。ですので私たちが感じている本当の身体的な痛みと脳が生み出している痛みというものは、実は脳にとってみればほぼ同じ状態ですので、それがイリュージョン、脳が生み出したものなのか身体的な入力として入ってきたものなのかというのは私たちにはなかなかわからないわけです。しかしじっくりと注意を向けて観察してみると、これは身体的な感覚だなというふうに分かる瞬間というのが出てきます。これが自分の本当の体の動きというものを理解していく上で重要になるわけですね。これはエピソードの2つ前に言いました大谷選手のバッティングフォームをこういうフォームで打っているということを解説できる人はいるけれども、実際に大谷君のようなバッティングはできないと。それは体の使い方、メカニズムを分かっているというのと感覚として分かっているとは別だということですね。なので今言いました脳は遅れた情報を受け取っている。しかしそれらはあらかじめ作られたものであるものを先に使うことによって私たちはこの現実の世界に対応できる。このメカニズムが分かっている脳科学者や、神経科学者、あとは心理学者、たくさんいますけれども、実際にそれを感覚として知覚している、感覚としてそれらが体現できるというのは実はむしろ少ないわけですね。これが昨今のマインドフルネスといったようなそういったブームの中で、実際にマインドフルな状態を体現できるチベットの修行僧だとかの方が実はそれらを体でも使えてしまうので、分かっているけれどもできないというのと、できるんだけどよくわからないと、この違いですね。なのでチベットの修行僧の方が理屈が分かっていないという意味ではなくて、それほど理屈を十分に吟味して、そして科学的な確証を持てなくてもそれらを体現してやれてしまうことがあるということですね。なのでマインドフルである、そしてメタ認知を効かせる、そして私たちの身体感覚というものがどれほどのものなのかというのを、これらを日々の生活の中で特に高いパフォーマンスを出したいとき、スポーツだとか語学だとか、あとは音楽だとか、あとはアート、センスを問われるような場面ですね、とか空間認識をしないといけない時とかなどに使えたりするわけです。トレーニングをする際に自分たちの身体感覚というものをいかに正確に、そして鋭敏にそれらを捉えることができるか、これによってパフォーマンスが変わってきますので、このメタ認知、そしてマインドフルであるという状態、これらをいかに作れるかというのがコツになってきます。でこれらをこの、いわゆる乖離というその身体感覚と自分が感じている感覚というものにだんだんと乖離してくる現象、これを、催眠の世界ではトランス状態と言います。でこれがどんどんと深まってくるとその感覚がどんどんとずれてくるわけですね。でそれはたった50ミリ秒なんですけれども、その50ミリ秒が長く感じることによってどんどんと身体感覚が遅れてくるように感じるわけです。実際には遅れてるその秒数は変わらないわけですけれども、感じ方が変わってくるわけですね。そうなるとどんどんと自分の身体的な入力というものが遅れてくるというふうになってくると、これがトランス状態が深まってくるとなります。そうなると体はほとんど動かなくなってきて、そしてそれ当然感覚が遅れてくるような感じがありますので、自分の動きが自分が思っている動きになってないわけですよね。体が遅れているように感じると。でこれを催眠の世界ではそれを術者、催眠をかける人が意図的にその催眠をかけられる人に対してそのトランス誘導といってトランスの状態に導いていくわけですけれども、それを自分でやってしまう自己催眠ですね。自分自身でそのトランス状態を持ち込むということをするようになると、その状態になるとその感じている、知覚しているものと脳が作り出しているイメージというものがかなりの時間差ができるようになりますので、そうなると自分が脳が生み出しているイメージが何なのかというのがかなりはっきりと分かるようになります。するとほとんどが実は自分がイメージとして作ってきた世界なんだなというふうになります。するとそこを書き換えるということができるわけですね。でここでこのトランス状態を作ると、目から入ったものだとか耳から聞いたことというものをリアリティがあるものとして解釈することができます。要は現実とのギャップを埋めるためのエラー処理というものにかなりの時間差があるように感じますので、なので現実のものをどんどんと取り込んでいくということが可能になっていくわけですね。でこの辺は理論的にちょっと難しいかもしれませんので、トランス誘導によってトランス状態に入ることができれば、皆さんの潜在意識と思われるようなものですね、自分では変えられないと思っているところ、これらを変えやすくなるということですね。でこれをやってみるためにメタ認知やトランス誘導というものを使ってみるといいかなと思います。でこの状態、トランス状態に入ると学習するということが容易になります。語学、運動、そして姿勢だとか、あと音楽、技術による、芸術ですね、アートのセンスとか空間認識能力、これらは手順化ができて、そして繰り返し行うことが可能な領域に関しては比較的容
容易に習得しやすくなります。それによって身体感覚が変容しているという状態になりますので、一流のアスリートや芸術家はこれが他の人にも当たり前に起こっていると思っていたりしますので、わざわざこれを語ったりすることはほとんどないわけですけれども、そうした感覚を持っています。これをゾーンだとかフロー状態だとかと呼んだりします。言い換えればこれがトランス状態となったりするわけですね。脳波はハイガンマとあとシータ波、これらが同時に出ている状態で、これは高度な瞑想をし続けているチベットの修行僧の方の脳波を調べる相当な熟練した瞑想を行ってきた人であれば、これらを同時に出すことができるといったようなことで、この状態になっているこれがゾーンやフロー状態というものに関係しているんじゃないかという研究結果もあります。でこれらを外的に作ってしまおうというそうした手法もあったりします。一つはバイノーラルビートという耳から聞いて、そしてその耳の左右の周波数の違いによって脳波というものをそれに合わせて調整していくという手法で、これの亜種といいますか、これをさらに発展させたのがアイソクロニックビートといって、これは左右の周波数を変えるわけではなくて、音楽でいいんですけれども自体を揺らがせると、その揺らぎの周波数が求めている脳の周波数になるような音楽というものを聴き続けるということによって、脳波が影響を受けて、その脳波の周波数がだんだんとそこに合うようになってくるみたいなテクニックですね。でこれは 100% そうなるというわけでもないですし、これはなる人ならない人もあったりしますので、あんまり効果が高いというものでもないんですけれども、そのようにして脳波を高めていく、そして低い脳波も同時に起こすという、そういった状態というものがいわゆる変容している状態、トランス状態というものになります。でここにメタ認知というものを使う背中に投影器があって、その投影器から目の前に映像を映し出されているというこの感覚、これをやるには姿勢をグッと、そして胸を張って背中からその三つ編みを少し浮かせるという、こういった身体感覚、これがあるとメタ認知が効きますので、皆さんの常に日頃の行動の中に入れてもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと説明が前回2つのエピソードの補足という形なのでちょっと分かりにくかったかもしれませんが、もし興味がある方は前回の2つのエピソード概要欄に貼っておきますので、そちらも見ていただければと思います。より理解が深まるのではないのかなと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。他にも小説いくつか書いています。出版ももうすぐ20冊になるかと思いますので、そちらの方どれか興味があれば読んでいただければと思います。では今日もお疲れ様でした。